こんにちは、しかくんです。ということでね、本日は5月16日土曜日、コロナ自粛がですね、緩和された初めての土日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、今、各高校、学校ですね、各学校で実施されている遠隔授業について一つ物申したいと思います。物申すって言っても皆さんに物申すわけではなくて、やけに遠隔授業を進めてる人、遠隔授業をね、もうどんどん進めていったらいいみたいな風にね、言ってる人いますけど、遠隔授業なんて全然ダメですからね。これね、もう遠隔授業にね、かなり限界をね、感じてる人多いと思います。っていうのをね、ちょっと今から喋っていこうかなと思うんですけども、まずね、なんで遠隔授業をしているのかっていうことについてなんですけども、やっぱりね、集団で勉強するっていう場所が学校なわけじゃないですか。で、その学校っていう3密をもうもろにクリアしたところに生徒たちを入れてしまうとね、例えば一人でもコロナ感染者がいると、バーっとね、集団感染、クラスター感染と言いますけども、が起きてしまって、しかもそれがね、もう抑えられないくらいになってしまうかもしれない。で、要は学校っていうのはそこにね、生徒を来させてね、命を預かってるわけですから、それで例えば子供が亡くなったとかってなったらもうとんでもないことなんですよね。だから、やっぱり学校を再開させるわけにはいかないっていうことで、こういう自宅待機。けどやっぱり授業とかっていうのはやっぱ進めないと、やっぱり、子供たちのね、進路に影響が出てしまうので、だからこういう隔離されたね、これ僕の部屋なんですけど、僕の部屋でも遠隔授業できる。3密をクリアせずに、授業っていうのを受けられるっていう、ものだと思います。僕はそう思ってます。そう、だからね、遠隔授業やってるわけですよ。3密をクリアしないために、感染を広げないために。で、もう一つはやっぱり医療従事者。大混乱今起きてるじゃないですか、医療崩壊とか。そういうのを防ぐために今やってるんだと思います。すごいね、医療従事者の皆さんもすごい大変でね、今ご苦労されてると思います。本当にね、一日一日、もう間近で、命というその崖っぷちでね、本当にそういうコロナっていう脅威を戦ってね、人のためにそのコロナが治るようにってね、本当に感謝されてる医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。で、それをね、協力するっていう上でこういう緊急事態宣言とか出てるわけですけど、だからといって遠隔授業全部バンバンやりゃいいってもんじゃないんですよ。でね、僕たちもね、相当苦労してるんですよ、これ。全てが全てうまくいってるわけじゃないです。てか、ほとんどうまくいってません。遠隔授業なんて。やっぱりね、これ限界があるんですよね、遠隔授業っていうのは。例えばね、遠隔授業を受ける環境っていうのは、こういうパソコンだとか、スマートフォンとかね、あとタブレットとかもありますけど、こういうのを用いて使います。あとはインターネットも必要です。で、場合によってはプリンターとかも必要です。で、これない家庭とか絶対あります。今パソコンとかスマホとか持ってない家庭なんてないでしょって思うかもしれないですけど、現実問題いますから、そういう方も。だから、そういう方には、やっぱりそれなりの、保証とかね、例えば、給付じゃないですけど、貸し出しとかっていうのをしてる自治体もあるみたいです。そこを良しとしても、やっぱりこの対面でできる授業と遠隔でやる授業っていうのはものすごく大きな差があるんですよ。っていうのは、やっぱり生徒たちのインプットアウトプットで、先生方のインプットアウトプットが、もう素早く迅速にできるわけですよね、対面とかだったら。何を言わんとしてるかっていうと、要は僕たちは先生たちが黒板に書く内容のものを僕たちはそれインプットするわけですね。インプットするためにそう書くわけですね、ノート書くわけですね。ノート書いて、で、先生がその僕たちが書いてるやつをまたインプットするわけですよ。あ、この人たち書いてるな、生徒ちゃんと書いてるな。で、どのくらいで書き終わったかなっていうのを、そのノート書き終わりましたってペンで置いてアウトプットするわけですね、それで。で、それを先生が情報分かってインプットしたら、分かったぞっていうことでまた黒板を書き始めるわけですね。ちょっとインプットとかアウトプットとかね、分かりづらい話しましたけど、要はこういうやり取りがね、自然とあるわけですよ、授業っていうのは。で、分かんないことだったら、先生分かんないですっていう感じで意思表明もできます。で、遠隔授業できないって言ってるわけじゃないです。だけど、めちゃくちゃそれがしづらい。で、そういうノートとかの、その書いてる時間どうかな、大丈夫かなって、ちゃんと確保できてるかなとかっていうのも、全然できてないです、遠隔授業は。やっぱりその先生の一方通行、スライドとかね、ありますけど、その一方通行だけなので、全然ね、スピードがね、速い。で、速いですって言ったとしても、やっぱりその感覚をね、つかみづらいじゃないですか、先生方っていうのは。そういう面でね、かなりね、苦労して、先生たちも生徒も。でね、話せばね、いっぱい出てくるんでね、いろいろ言ってきますよ、問題点マジで。
で、今の遠隔授業、僕全部の高校の遠隔授業の事情っていうのを把握してるわけじゃないので、どういう風になってるかっていうのは全然わかんないんですけど、ちなみに僕の学校はスタディサプリと、マイクロソフトの Teams、あとはなんか学校で配布されてる独自のアプリケーション、この3つ主に使ってます。で、他の高校とか中学校、大学だとクラッシーとかっていうね、アプリケーションありますけども、これもね、ダメなんですよ。全然ダメなんですよ。まず、マイクロソフトの Teams はね、100歩譲って全然、いい方だなって思います。それでもやっぱり、今まで通りの授業と比べると全然質は悪いんですけど、100歩譲って全然いい方だろうって思います。で、スタディサプリはね、ちょっと、って感じなんですよね。でもね、スタディサプリのね、まず定義をちゃんとしっかり押さえていこうかなと思います。スタディサプリなんですけども、CM で歌い文句のようにね、もう何回も繰り返しに言ってますけども、塾プラススタディサプリなんですよ。わかりますこれ。塾プラススタディサプリなんですよ。わかりますこれ。これをね、ちゃんとしっかり念頭に置いてね、喋っていきたいと思いますけども、要は、スタディサプリで完結できるわけじゃないよって言ってるわけですよ。この CM はね、暗示として。要は、塾があって、スタディサプリがあると。塾があるからスタディサプリが生きるようなものなんですよ。だからスタディサプリだけに頼るっていうのもあんまり良くないんですよね。で、塾だけじゃないじゃないですか。その学校で習った内容を塾でもまた学び直して、その確認としてさらにスタディサプリを、使うわけじゃないですか。だから、スタディサプリで全てを完結しようだなんて、多分ね、スタディサプリの作ってる会社も多分、そんなことできないと思ってるんですよ、多分。だから、そのね、今遠隔授業でスタディサプリだけ使ってるみたいなね、授業ありますけどね、あれはね、ちょっと俺良くないんじゃないかなと思います。で、実際問題として、確かにいい内容のものもありますけど、スタディサプリね、あれ、すべてのね、講義を全部見ないと、あんまり意味がわからない。かったりします。なので、それも気合でやれば、授業内容とかわかるのかもしれないんですけど、ちょっとね、スタディサプリの使い方もあんまり良くないんじゃないかなって僕は思ってます。で、今ね、クラッシーとかも有名ですけども、クラッシーもね、なんか障害が起きて、すごいサーバーが繋がりにくいとかっていうのが何回もあったらしいじゃないですか。ツイッターのトレンドとかで何回もクラッシー、障害とかってね、トレンドに載ってましたけど、クラッシーも有料アプリですよね、スタディサプリと同様に。ってなるとさ、やっぱりお金もらってる以上、やっぱりそういうのちゃんとやってもらわないとなっていうふうに思いますし、やっぱりね、先生方も、生徒の進路に影響がないように、今まで通りの授業の内容でやりたいんだけどできないじゃないですか。だからやっぱり、伝えれる内容は伝えようとして、今すごい先生方は本当に工夫されてありがとうございますって感じなんですけども、それに伴ってね、やっぱり限界もあるわけで、その限界を埋めるべく課題っていうのがいっぱい出るわけですね。で、その課題がね、もう本当に多いんですよ。僕この1ヶ月間ツイッターにも課題のことしか書いてないんじゃないかってくらい課題のことをね、愚痴っちゃってるわけなんですよ。ちょっとツイッターいじってるってことは、ちょっとまだ余裕あるのかもしれないんですけど、本当に課題すごいんですよ。だから、もうね、なんとかしてくんないかなみたいなね。で、それでなんかこういう状況で遠隔授業をね、どんどん普及されるとね、なんかね、ちょっと、本当にね、今まで通りのその教育レベルに今の僕たちの世代が追いつけるのかなみたいな、ちょっと不安もありますし、なんかね、やっぱり遠隔授業っていうのはあんまり僕は良くないと思ってます。高校生とかね、学生とか生徒の皆さんに聞きたいんですけど、今の遠隔授業の内容でちゃんと勉強できてますかね。僕はもう結構課題とかをね、やって、今、自分なりにはできてるつもりなんですけど、やっぱりそれでも何十倍、今までのその対面の授業の何十倍も大変です。本当にね、ニュース番組とかで、一丁前にね、遠隔授業をね、推してる、なんか、ドヤ顔してるおじさん、聞いてくださってたら、ちょっと言いたいんですけど、全然違いますよ。現実は。ちょっとその人のね、テレビレポーターかジャーナリストの言葉を借りるんであれば、そのジャーナリストさんは今までのね、考え方をね、覆していくべきだと。要は紙幣で払うのが当たり前だったのを、今までの常識っていうのを覆して、キャッシュレス決済だとかにしていく。それと同じような形で教育も
今まで学校に行ってたのが普通だったけど、今はもうこういう感じで遠隔でやるのが普通っていう風に言ってたんですよね。ジャーナリストさん。そういう風にしていくことが大事なんじゃないかっていう風に言ってました。で、あなたの言う意見は確かにあながち間違ってはない。その今までの常識っていうのを覆して新しいステップに行こうっていうのは確かに、正しいかもしれない。だけどね、まだ僕はそれちょっと甘い考えだなって思いますよ。確かに遠隔授業のメリットっていうのもあるんですよ。ジャーナリストさんも言ってましたけども、今までね、あまりうまくね、学校生活を歩めてない人がいて、で、そういう人にとってはこの遠隔授業ってもう最高のね、環境じゃないですか。そういう意味では、そういう人間関係とかね、そういう人たちからすれば、いいから、遠隔授業は、やっぱりそういう風に、どんどん、やっていくべきなんじゃないかって。確かにね、そういうのあります。確かに人間関係でね、残酷ですけどね、スクールカーストとかっていうのもね、未だに存在すると思います。そうだと思うんだけど、全員が遠隔授業である必要があるのかって話なんですよ、じゃあ。まだやっぱり、そのジャーナリストさんは今までの常識にとらわれてるんじゃないかなと思います。そういう問題がある。そういうね、クラスで目立たない子とかがいて、そういう子がね、あまり発言しづらいね、場所になりがちじゃないですか。授業とかって。だからそういうのを変えるためにも、遠隔授業に変えましょうっていう理屈もわかるんだけど、それだけのために、こういうね、まだいろんな問題がありますよ。このアプリケーションの問題だったり、そういうパソコンとかね、パソコンとかも一家庭に一つあるわけじゃないから、そういうね、経済格差の問題とかもありますよ。でもそれを全部差し置いて、その子のためだけに全部変えるっていうのは僕はかなりリスキーだと思いますし、やっぱり全部変える、全員が変えるっていうその考え方自体が僕は今までの常識にあなたはとらわれてるんじゃないかなというふうに思いたいと思います。だからそういう人だけは遠隔授業にすればいい話なのがあって、学校に行きたい人は来させればいいじゃんって話。で、確かにね、コロナウイルスの関係で、いや、学校開けるわけにはいかないですよってなったとしても、じゃあ分散登校すればいいでしょ。で、教室とかも今いっぱい余ってるじゃないですか。僕はね、都内の学校とかそんな都会なところに住んでないんでわかんないんですけど、今教室いっぱいあるじゃないですか。子供が少子化で。なんか使ってない教室がいっぱいありますよ。僕、中学校とか小学校はでもな、なんとも小学校はちょっとね、なんとも言えないんだけど、中学校とか高校とか、なんか全然使ってない教室いっぱいあるからね。昔はさ、子供がいっぱいいて、教室が多く必要だったわけですよ。1学年で8クラスとかね。中学校で8クラスが10クラスとかあったのに、今は3クラス、4クラスしかないとかね。高校はちょっともうちょっと大きくなると思います。8組とかね、まであるかもしれないですけど、もともとは何十何組まであったとかね。だから教室絶対余ってるから、それ使えばいいんだって。そんな感じでね、ちょっとずらずら長ったらしく、話してしまったんですけども、ここもまた踏ん張り時だと思って、自分の力になると思って、やっていくしかないのかなっていう感じですね。ただ、何度も繰り返しになりますが、僕は正直この遠隔授業もう限界です。成功してるだなんてお世辞にも言えません。なので、テレビのね、本当にレポーターの方とかジャーナリストの方、本当に遠隔授業ね、成功してるだなんて思わないでください。本当に医療従事者の方もですね、本当にご苦労されていますし、私たちもですね、先生方も、僕たち生徒もですね、本当に、今もう大変な状況下に置かれています。本当に一人一人ね、力を取り合ってね、やっていきたいと思うんですけど、辛いなって思いますけども、本当に一人一人の命を守るためにも、必要なことかなというふうに思いますので、そこは協力して、みんなで頑張っていこうという気持ちでやっていこうと思います。本当にね、ジャーナリストの皆さんももうちょっと、調べてください。お勉強してください。もしね、この動画がですね、ジャーナリストの方とかね、テレビのレポーターさんにね、通じて僕の、一人の意見ですけど、もしね、聞いていただければ幸いだなと思います。本当にもうちょっと、勉強をお願いします。ジャーナリストの皆さん。ちょっと最後までね、見ていただけたら本当に幸いです。はい、というわけでね、長ったらしく喋ってしまったんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、というわけで以上、石川くんでした。ちょっと日本語がね、ちょっとなんか変なところもあったかもしれないんですけども、これで終わりたいと思います。もう終わります。バイバイ。僕はこの動画を先生方に対して物申してるわけじゃないです。これは本当に勘違いしないでいただきたいです。僕は、
この遠隔授業がなんかまるで成功してて、それをどんどんやっていこうみたいに言ってる、なんか偉い大人とか、そのテレビに出てる大人に向けてちょっとメッセージされてるんで、ここだけはちょっと勘違いしないでいただきたいなと思います。